はい、こんにちは。ですね、今見てもらっているのは、小屋の裏側に、ある差し掛け小屋なんですが、たくさんね、穴が開いているのがわかると思います。これ実はですね、全部クマンバチの巣なんですよね。で、ここはようやくいなくなったと思ったらですね、今現在、この下、ここですね、こことかここに穴が開いてますが、場所を変えてですね、また巣を作られてしまいました。もっと言うとですね、ここにもあります。あとここにもありますね。この太いところにもいっぱいありますね。ここなんかもう空洞になっちゃってますね。はい、ここのね、クマンバチというのは、最初の頃にね、許してしまったのが敗因で、もう多分ですね、7、8年は余裕で一緒に住んでますね。もう毎年毎年、ここで、住んでいるので、もう巨大なね、コロニーっていうんでしょうか。巣になっているのかなと思っています。で、ここまでね、一緒に住んできたので、平和的にですね、解決したいと思っています。あんまり恨みを買わない方法をね、考えたいなと思っています。はい。はい、それではですね、クマンバチの、平和的なですね、解決方法なんですが、今もうね、本当に便利ですね。AI に聞けばね、すぐ教えてくれますね。今回使うのは木サックスです。ハッカー油でもいいみたいですね。ただ、ハッカー油はうちあるんですが、あれ希釈するのにですね、無水エタノールとかアルコールを使わないといけないので、ちょっとコストの問題があるので、安いですね。この木サックスを使う方法にしたいと思います。で、希釈の、度合いですね。どのくらい薄めるかという話なんですが、だいたい5倍ぐらいにしようと思っています。で、この木サックスもね、ダイソーで買えるので、本当に安いですよね。ちょっと入れすぎましたかね。じゃあもうここまで入れたので、5倍なので上まで入れましょうね。どうでしょう。このくらいでいいんじゃないかなと思います。で、方法はですね、やってる時にまた話そうと思いますが、これを、直接巣に吹くのではなくて、その周りにね、吹いた方がいいと書いてました。で、あと地面の方にも、かけておくと匂いが上がっていっていいんじゃないかというのがありましたね。そして、木サックスを吹いたら、木の棒かなんか、とりあえず今これ持ってきます。木の棒で叩いて、振動でもね、こう驚かせるというか、この巣はね、危険なんじゃないかなって思わせる必要があるということなので、ちょっとかわいそうですが、やっていきたいと思います。ちょっとね、クマンバチを追い出すという形になってしまいますが、こっちもね、ちょっと看過できないので、ここはね、しょうがないかなと思っています。では、これでいきましょう。うわお。あと、地面にもやるってことですよね。なんかね、すごいいい香りがするんですよ、燻製の。美味しそうな匂いがね。で、叩きましょう。お、あそこに来てますね、クマンバチ。見えますか？あそこにも巣があるようなので、あっちにも吹かないといけないですね。行きましょう。やっぱ怒ってきた。怖っ。クマンバチが全員いる夜とかやめた方がいいとかあったんですが、今もいたみたいですね。2匹出てきました。ちょっとね、温厚なクマンバチとはいえ、危害を加えるとね、刺すこともあるそうなので、ちょっとやめた方がいいかなと思っています。これをですね、朝と夕方やるといいそうですね。ちょっとまた入ってきましたね。これを根気よくね、続けていきたいと思います。はい。ちょっとね、さっき木サックスを吹いても、全然中に入っていったので、もう一つのね、方法ですね。こういったものをぶら下げておくと、他のね、蜂がいると思ってですね、逃げていくといった作戦です。よいしょ。これただのね、紙を、くしゃくしゃってやっただけですね。こういった方法もあるということなので、やってみたいと思います。こんな感じどうですかね。結構、ぽいですかね。
いですね。あと、2つあるので、もう1個あっちの方にもね、つけたいと思います。どうですかね。よし。はい、今突風が吹いてですね、こう折れてますね。今自分、今この屋根を一つ戻したんですが、一個もう完全に上に吹き飛ばされてました。なんか、この下のベースからずれちゃったみたいで、結構やばい状態ですね。今から、直します。これは重しで乗せていたパレットの一部分ですね。もう長年乗っていたんでこんな感じです。で、すごいですね。人が住んでる家とは思えないですね。で、ここはですね、今屋根、全部ね、屋根を下ろしたんですが、クマンバチがいっぱい住んでるんでね、どうしようかなってとこですね。でも、こことか漏れてしまったので、でね、もうね、どこもかしくもボロボロなんで、まあこれはもういい段階なんでね、まあ解体する流れだとは思っています。本当危なかったですね。風で飛ばされて、すごい音がしました。怖かったですね。母屋の方もね、いつか同じようなことにならなければいいなと思っています。本当に、強風が一番怖いですね。はい、ガルバリ、洗い終わりました。いや、洗ってて思ったんですが、もうね、本当に新品みたいに綺麗になりましたね。これがガルバリのすごいとこなのかなと再認識しましたね。もしもね、これがどっかに売っていたら、もう新古品かななんて僕思っちゃいそうですよ。でもこれはもう10年以上使ったガルバリです。本当にね、磨けばすごい綺麗になりますね。これ裏面なんですが、表面みたいですね。これが表面です。全然変わんないぐらいね、綺麗なんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。やっぱ本当ガルバリってすごい素材ですよね。ちょっとね、雨の音とか当たるとうるさいんですが、素材としてはもうこれに、匹敵するものはね、まあ、価格面も含めればないんじゃないかなと思っています。うちはね、もう屋根は全部ガルバリですね。はい、今後のですね、予定なんですけども、まあ、こうなってしまったので、いろいろと順番を早めてですね、小屋の北側っていうのかな。まあ、背中部分ですよね。貧乏茶までいうところの背中部分なんですが、ここをね、ついにやっていきたいなと思うんですよね。そうですね。まあ、洗ったガルバリなんかを貼って、足りない部分はね、また、野地板かなんか買ってきて、まあ、杉板ですよね。買ってきて貼ろうかななんて思うんですが、まあ、その前にですね、まあ、できればここの窓、この小屋を作った時から一切、変わっていないこの窓をですね、少し変えたいなと思っています。なので、うちのストックからですね、いい窓を、スカウトしていきたいなと思います。はい、さっきのはですね、サイズ的に難しかったので、こっちに変わりました。これが昔お風呂に使っていた窓ですね。ちょっと左右色が違いますが、あと実はこっちがすりガラスで、こっちは透明ですね。まあこういうのはあんまりね、気にしないですね。はい。はい、こんにちは。今日はですね、いよいよ、この差し掛け小屋を、撤去したいなと思っています。で、気をつける点がですね、クマンバチが
巣にしているので、できる限りですね、静かに解体していって、でかつですね、この木というのはもう今見る影もないんですが、当時ですね、キシャデコールを結構何度も塗っているので、防腐対策ですねしてあるので、薪にすることもできないので、全部ですね家の裏の方にゆっくりと持っていってですね、そこでクマンバチの巣にして、もらえればいいのかなと思っています。今怒ってきましたね、クマンバチが。映りますかね、クマンバチがこのように来て今巣に入ってきましたね。こういう状態なのでね、気をつけてやっていきたいなと思います。もう撤去するのでね、クマンバチを追い出そうと思ってこういったものもかけていたんですが、また効果はなかったんですね。効果ないままですね、この時を迎えてしまいましたね。さあ、ついにね、壊しますか。10年ぐらい使いましたかね。はい、やっていきます。コーススレッドで止まっているので、こういうところですね。コースレッドで外していきます。で、ダメだったら、もう力でね、ハンマーで叩いたりなんかして外すしかね、ないのかなと思っています。いやいやいや。取れた。そうか、こういうビスを取るための必要だな。はい、撤去できましたね。すごい汚いんで、これからこう入っていって、ちょっとこの防水シートね、全部貼り直さないとダメですね。ちょっとね、いろいろやっていかないといけないんですが、とりあえず今日は解体したんで、撤去した木材のね、処理をやったりなんかして、今日はそんな感じで終わろうかなと思っています。いやー、もう暑くてね、大変ですね、仕事もね。すごい、やっぱり10年ぐらい経ったんで、すごい汚いんですが、このね、高さ合わせでこんなの使ってたりしたんですよ。よくやりますよね。10年間これでやってました。信じられないですね。ただ、意外とこれはしっかりしましたね。で、これもね、キシャデコールを使ってるんで、焼かない方がいいですよね。敷地の奥にね、置いとこうと思います。
はい。先ほどの差し掛け小屋から持ってきた板ですね。ペラッペラの板なんですけども、この上にね、乗せる板として、使えそうなので、これを加工して、天板にしていきたいなと思います。